どうでもいい。スターになるんだ。また学校に行かせようとするなら、ここから飛び降りる。セミの鳴き声の中、娘の鋭い叫び声が聞こえてきた。眼前の景色はぼんやりとしている。目を拭くと、やっと娘の顔が見えた傲慢と見下すような表情が満ちていた。私は驚いた。撃たれて死んだ後、娘が中学卒業する年に戻ってきたのだ。前世も娘はこんなパターンで脅した。高校入試が終わると、彼女はガンナに勉強を続けることを拒否し、スターになると固く主張した。娘は世間知らずだが、私は彼女がその道に向いていないことを心知っていた。早産で生まれ、体が弱かった彼女は、幼い頃から私に甘やかされて育った。体力的にも気質的にも、スターになる素質は一点もなかった。だが彼女は反対するなら自殺すると脅した。説得できない私は仕方なくグランドシティに連れて行き、スターダムの道を開いてやった。背景も人もない私は、娘にオーディションの機会を得るため、無数の宴会で監督たちに厚かましく頼み込んだ。最初の脚本をもらった夜、私は飲みすぎて胃出血を起こした。だが娘は映画撮影に夢中で、病院の私を一眼も顧みなかった。演技経験がゼロの彼女のため、私は夜も寝ずに脚本を研究し、何度も一緒に練習した。私を平手打ちするシーンでは、顔が腫れ上がるまで叩かれたが、私は文句一つ言わなかった。むしろ彼女の進歩を喜んだ。その後、娘の人気が高まると、ネガティブなフォロワーが現れた。私は何でも構わず彼女を守った。右手は怪我をし、もうメスを持てなくなった。笑点の舞台に立たせるため、私は一切をかけた。だが栄光に包まれた時、彼女は私を捨て、浮気している夫のマイク・パーカーと悪意のある警母シンディ・コリンズのもとに行った。彼女は私が一番嫌いな人はお母さんだと言った。好きな役を奪い、自分の思い通りに作品を強要させる食事を与えないでいを悪くさせると。シンディは私とは違い、彼女が人気の役や広告を受けることを指示し、彼女の好きな手作りフライドチキンまで作ってやった。私が手配した食事は栄養士の計画に基づいたものだった。彼女の胃腸病は過食とシンディが与えたジャンクフードが原因だった。ファンの車にひかれて病院に運ばれたとき、娘はマイクとシンディと祝宴に出席していた。医師が彼女に電話し、危篤な状態を知らせて最後に会いに来るよう求めたが、彼女は平気で答えた。体は好きに処分して。二度と電話しないで、うざったい。バルコニーでむぞりような私を見て、娘は手すりに足をかけた。待てと私は声を上げた。スターになりたければなればいい。先ほどの激しい論争のせいか、声はかすれていた。娘は信じてくれなかった。嘘じゃないの？誓って。もう一度強制するなら、車にひかれて惨めに死ね。少し顎を上げ、残酷な言葉を当たり前のように吐き出した。何度も失望してきたが、心には寒さが染み込んだ。前世、この誓いのせいで撃たれて死んだのかもしれない。今生、二度と同じ過ちを犯さない。私は娘の言葉を真面目に繰り返した。もし私が再びあなたに何かを強制したら、家を出た瞬間に車にひかれることを誓う。それでやっと、娘は満足げに足を下ろし、中に入っていった。すれ違うとき、娘は私を見下すように上から下まで見た。お母さん、私を制御するより自分を整理した方がいい。散らかりすぎての求みたい。一緒にいるだけで恥ずかしい。だからパパが離婚したいんだよ。ずっと会ってないのは全部お母さんのせい。娘は小さい時からマイクを崇拝し、クラスメートに会社の役員のパパがいると自慢していた。それに対し、母親の私は
彼女とこの平凡な町で質素な生活をしているだけだ。だが彼女は忘れている私はかつて一流病院の主任外科医で輝かしい未来が開けていたことを。仕事を辞めてこの小さな中に移ったのは、彼女の健康を養うために平穏な環境を提供したかったからだ。対照的に彼女が崇拝する父親は数年前に浮気し、今では婚外子まで設け、私たちのことなど一顧だにしない。巫女背前、私が必死で娘の受験準備を手伝っている間に、マイクは機会を捉えて離婚を申し出、娘の看護権を盾に私を追い出そうとした。娘は私のすべてだ。妊娠8ヶ月で危険な手術をし、過労で早産させたのだ。私はいつも娘に罪悪感を感じている。満期で生まれていれば、健康な子供になっていたはずだ。だから、一切を捨てて娘と新しい生活を始めることを選んだ。だがマイクの不貞は許せないので、訴えることを決めた。それを知った娘は私を利己的だと非難し、お金が足りないからパパの名声を潰したいと言った。娘の気持ちを考慮し、結局何もしなかった。皮肉なことに、娘がマイクを守っても、彼は一度も父親としての責任を果たさなかった。前世、私が娘を人気女優にしてから、彼はようやく娘を認める勇気を持った。だが娘の目には、私が父親の愛を奪い取った最も罰せられるべき存在だった。娘がバッグを持って出かけようとするとき、私は彼女を止めた。サイラ、パパに会いたければ、グランドシティに行ってみなさい。本当？娘はバッグを落とし、半信半疑で聞いた。お母さん、連れて行ってくれるの？切符を買うけど、一人で行かなきゃと私は追加した。明日の切符を買って。早く出発したい。狂気乱舞する娘は、部屋に戻って荷造りを始めた。机で医学書を読んでいると、娘が部屋に入ってきた。一言も話さず、私の戸棚を開けて、磨かれた白い翡翠を取り出した。サイラ・パーカー、戻せと私は厳しく言った。翡翠を握りしめた娘は不本意に首を振った。ママ、パパを訪ねるんだ。対面のいい贈り物が必要だ。パパは訪ねてくるとき、いつも贈り物を持ってくるんだ。私は眉を上げて反論した。1.39 ドルのヘアピンか、露店市場で買った子供服のこと？娘は挑戦的に答えた。なんでお金に執着するの？パパから高い贈り物はいらない。心遣いが足りるから。もう救いがない。論争する気にもならず、翡翠を取り上げて戸棚に鍵をかけ、立ち去った。私を睨みつける娘は非難した。恋にパパに親切にさせないで、私をお母さんに依存させたいんだね。パパの靴を磨く方がお母さんと住むよりマシだ。意外に思い、私は答えた。そんな考えはない。そんなにパパに依存するなら、今後はパパと住んでもいい。本当？娘の目が輝いた。私はためらわずにうなずいた。狂気した娘は部屋に戻り、電話で友達に嬉しいニュースを共有していた。あの老女、今後は上海でパパと住めるって言った。私は戸を閉めた。私から何も取れない彼女は、長年貯めたお金でパパに手作りの闘争を買った。翌朝、夜明け前、娘は嬉しそうに荷物を持って出発した。騒ぎで目を覚ますと、再び寝つけなかったので、起きて医学書を読むことにした。手術室を離れてから長い時間が経った。病院に戻っても、まだ正確にメスを握れるだろうか。それでも、無名の医者になるとしても、娘の足元の駒になるよりはマシだ。娘が出発した後、私は荷造りを始め、グランドシティに戻って仕事を再開する準備をした。ブーン。テーブルの電話が鳴ったマイクからの電話だ。受話器を取ると、
すぐに激怒した叫び声が聞こえてきた。セリーヌ・ナッシュ、頭がおかしくなったのか？サイラを話し合いもせずにグランドシティに送り込んで大変なことになった。私は電話を少し離し、平然と答えた。娘がパパと一緒に住みたいと言うから送り出しただけだ。ダメ。サイラはグランドシティの環境になれない。ジョイにいるべきだ。すぐ駅に送り出すから迎えに来い。おそらくサイラが長くグランドシティにいるとシンディの邪魔になるのを心配しているのだ。いつも演技している。娘のことを気にしないふりをしながら思いやりのある父親の演技をしたがる。私は無力に言った。娘が強くパパと一緒に住みたいなら私には仕方がない。もし受け入れないなら会社に行って上司に聞いてみる。娘を捨てた人間が役員として働いてもいいのか？言葉の中の脅しは明らかだった。いいだろう、セリーヌ。手強いな。だが今後、娘に会うことは急そうだ。怒りごおどりじと電話を切った。私は全く恐れていなかった。どれだけ娘のために努力しても、彼女は私を深く嫌っている。だから、不女直接手放して、この娘がいなかったことにした方がいい。高校入試の結果が発表され、娘は県内8位だった。担任の先生から嬉しいニュースを伝える電話が来り、どの高校に進学させるか聞かれた。私は率直に答えた。先生、今後はパパの責任です。何かあればパパに連絡してください。1週間後、私はグランドシティの空港ターミナルを出ると、娘からメッセージが来た。7、8枚の写真が送られてきて、全部娘とシンディの2人写しだった。シンディの腕を組み、肩に頭を寄せて、三日月のような目で甘やかに笑っている。2年前、私が彼女を鍋料理に連れて行って写真を撮ろうとしたとき、彼女は眉を潜めて私の電話を叩き落としたことを思い出した。食べればいいのに、なんで写真を撮るの？さらに恥ずかしくさせたいの？確かに、シンディは私より数歳若く、手入れが行き届いて大学生みたいに精神だ。もちろん娘は警棒を選ぶだろう。すぐ後、娘からボイスメッセージが数件送られてきた。ねえ、無理やり連れ戻そうとするな。あの嫌な蝶で高校行くわけない。コリンズおばさんは本当に親切だよ。パパとおばさん、